今回は、パートワークベンチのコンパウンドを作成とブーリアン演算について説明を行っていきます。コンパウンドは、複数の形状を一つのオブジェクトにまとめる機能です。最初はコンパウンドを作成ツールを説明します。それでは、コンパウンドの元となる図形を描いていきましょう。立方体、円柱、球体のソリッドを追加していきます。この状態では、別々にソリッドを動かすことができます。例えば、この円柱を右クリックして変換して動かしてみましょう。このように、単独で円柱を動かすことができます。それでは、この3つのソリッドを1つにコンパウンドとしてまとめましょう。3つのソリッドをシフトを押しながら選択します。そしてコンパウンドを作成ツールをクリックします。すると、このようにコンパウンドオブジェクトが作成され立方体、円柱、球体はその中に包含されていきます。コンパウンドになった状態では、一体として移動や回転が可能となります。それでは、コンパウンドされたものを分離してみましょう。その命令がエキスポードカンパウンドとなります。コンパウンドを選択した状態で、このコマンドを実行します。するとモデルの中に、エキスプロデッドコンパウンドというオブジェクトが作成されます。これを展開するとカンパウンド0、1、2が表示されます。例えば、このコンパウンドを選択し移動すると、個別に移動することが可能です。このように、エキスプロデッドコンパウンドはコンパウンドを分解する機能があります。次は、コンパウンドフィルターについて説明していきます。このようなソリッドがあるとき、これをコンパウンドにまとめフィルターを適用してみましょう。最初に、これらのソリッドをコンパウンドにまとめます。ソリッドをすべて選択します。そして、コンパウンドを作成します。コンパウンドが作成されたら展開してみましょう。すると、このように各ソリッドが包含されていることがわかります。それでは、このコンパウンドを選択した状態でフィルターをかけてみます。すると、このようにモデルにはコンパウンドフィルターが追加されます。このフィルターを選択すると、下のプロパティにはコンパウンドフィルター項目が表示されます。このフィルター項目を入力することによって 3D ビューに表示するオブジェクトを選択することができます。最初にフィルタータイプを選択します。例えば、バイパスを選択してみましょう。すると、このようにすべてのオブジェクトが表示されます。これはフィルターを使わないという命令です。次に、フィルタータイプとしてスペシフィックアイテムズを選択します。これは特定のアイテムだけを表示するものです。アイテム項目にアイテム番号を入力します。アイテム番号はコンパウンドの中の円錐が0、球体が1、円柱が2というような形で指定します。ここでは0と入力したので、円錐が表示されます。それでは、次にアイテムを0と、1番のアイテムを選択します。0、セミコロン1のように入力します。実行すると0番目のソリッド円錐と1番目のソリッド球体が表示されます。さらに2番目を追加すると、このように円柱も追加されました。それでは、このアイテムを削除して、次のフィルタータイプを行ってみましょう。次は、コリジョンパスを選択します。これは、接触または交差する部分を抽出するものです。この状態で、ステンシルの項目の右側のオプションボタンをクリックします。すると、このような選択画面が表示されます。表示されたソリッドの中より互いに交差しているオブジェクトを選択します。例えば、トラスを選択し、OK ボタンを押します。そして、3D ビュー内をクリックし画像を更新すると、
このようにトラスと接触したチューブも共に表示されます。次にステンシルを球体に変更して実行してみましょう。すると、このように円錐、球体、円柱が表示されました。その他のフィルタータイプとしてボリュームは体積、エリアは面積、レンジはエッジの長さ、ディスタンスはステンシルシェイプまでの距離などがあります。今回はボリュームを選んでみます。そして範囲は Window from と Window to 項目で設定します。この場合 5% より 100% としました。すると、このように体積が最大 100% より 5% までのソリッドが抽出されて表示されました。それでは次に、こちらのブーリアン演算について説明します。こちらの立方体と円柱について、ブーリアン演算を行います。オブジェクトが選択されていない状態でも、このブーリアン演算ボタンは使用することができます。パラメータ設定画面が表示されたら、こちらでオブジェクトを選択していきます。演算の種類は、結合、差集合、共通集合、セクションがあります。それでは、1番目の図形に立方体、2番目の図形に円柱をチェックし結合で適用してみます。すると、フュージョンというオブジェクトが追加されます。これが2つのソリッドが結合されたオブジェクトです。この画面を閉じるとモデルにフュージョンが表示されています。このフュージョンを選択して移動してみましょう。このように結合されたオブジェクトは一体で移動できることがわかります。それでは元に戻し、他の演算も行ってみましょう。今度は2つのソリッドを選択します。この状態で、先ほどと同様、ブーリアン演算ツールを選択してパネルを開いて行うこともできますが、すでに2つのオブジェクトが選択されている場合には、他のブーリアン演算項目もアクティブになっています。例えば、こちらの結合ツールをクリックしてみます。すると、このようにフュージョンが追加されます。それでは元に戻し、他のオプションも実行してみましょう。こちらのブーリアン演算ツールをクリックします。1番目の図形に立方体を、2番目の図形に円柱を選択します。この状態で差集合をクリックし適用します。すると、このように1番目の立方体より、2番目の円柱が切り取られた形状が表示されます。これが切り取りです。元に戻し、図形を入れ替え実行してみます。今度は、1番目の図形に円柱を、2番目の図形に立方体を指定します。そして差集合を実行します。すると今度は、円柱より立方体を切り取った図形となります。元に戻し、他のオプションも実行してみましょう。円柱を選んでコントロールをしながら立方体を選択します。するとこちらのツールが有効化しますので、切り取りをクリックしてみます。するとこのように、円柱より立方体が切り取られた差集合となります。それでは、選択する順番を逆にして行ってみましょう。今度は立方体を先に選択し、次に円柱を選択します。そして、切り取りコマンドを実行します。すると、このように立方体より円柱が切り取られた画像となります。それでは次に、共通集合を行ってみましょう。最初に立方体と円柱を選択します。そして、共通集合をクリックします。すると、このように2つのソリッドの共通部分が表示されます。これが共通集合です。元に戻し、セクションについて説明します。ブーリアン演算ボタンを押してパネルを表示します。そして、1番目の図形に立方体を、2番目の図形に円柱を選択します。そして、セクションをクリックし、適用を実行します。
すると共通集合の部分がワイヤーフレームとして表示されます。これがセクションです。